罪人の皆さん、断罪は。あら、おかしいわね。返事が聞こえないわ。今のは私が考えてあげた新しい挨拶、こんにちはと断罪を合わせて断罪はにしてみたの。とっても素敵でしょ。もう一回行くから、次はちゃんと大きな声を私に届けなさい。せーの、断罪は。今度はしっかり声を出せたかしら。でも声を出した罪人のあなた、部屋で大声を上げて近所迷惑だから断罪。毎度画面越しにて失礼いたしますわ。私が殺戮の天使宣伝断罪人キャサリン・ワードよ。気軽にキャシーと呼ぶことを特別に許可しますわ。早速だけど今日はあなたたちに大切な報告があるの。なんと殺戮の天使が無事に3周年を迎えることができました。なんと8月14日は殺戮の天使の誕生日なの。哀れな罪人たちの喜ぶ声が聞こえるわ。テレビアニメも絶好調、ホラーハウスも大人気。ますます盛り上がる殺戮の天使からまだまだ目が離せないわよ。ところで2回目の配信で話してあげた募集企画のこと、当然覚えているわよね。もしかして忘れちゃったの？それって罪よね。罪を犯した人間がどうなるのかも忘れちゃったのかしら。まあいいわ、これで思い出させてあげる。私キャシーは断罪人。常日頃断罪対象を探しているんだけど、広く罪人を募集しちゃおうというわけなのです。はい、ということで魅力的な罪人を募集するコーナー、キャシープレゼンツ愛の断罪部屋、始まり。皆さんの罪を募集したところ、多くの罪人たちが応募してきてくれたわ。こんなに反応があるなんて私嬉しかったわよ。しかもみんないろんな罪を犯していて、本当に断罪しがいがある罪人たちね。けど一番多かった投稿が私への質問だったのは意外だったわ。だから愛の断罪部屋第1回は私への質問をメインに返答することにしました。差し当たってスタッフに3つ質問を選ばせたから、どんどん答えていくわね。ではまず1つ目、罪人ネーム殺戮の T さんからの質問です。キャシーさんの好きな男性のタイプを教えてください。あら、この質問をくれたのは私の大ファンの罪人かしら。私に気に入られてとびきりの寵愛を受けたいのかしら。可愛らしいこと。さて質問の答えだけど、そうね、好きな男性は醜悪であればあるほどいいわ。息をするように罪を犯して断罪人に対して反抗的で、何度断罪しても簡単に死なないような頑丈な肉体を持っていれば文句なしね。だってその方が長く断罪できるじゃない。この質問をくれた罪人ネーム殺戮の T さん、いかがだったかしら。私の好きなタイプだった？もしそうだったらぜひ私の B3 フロアにいらしてね。断罪してあげるから。断罪。じゃあ次の質問に行きましょうか。罪人ネームダニーのジャガンさんからの質問です。他のフロアの住人たちだと特に誰と仲がいいですか？もしいなければ僕と仲良くなってください。そうね、まず仲のいい住人は特にいないわね。そもそも私たちは地下のフロアで罪人を待っているだけで慣れ合うための集まりではなくってよ。
強いて言うと、ダニーとは付き合いが長いから互いに勝手を分かっている程度かしら。そんなところね。あと、最後気持ち悪かったわ。まったく、なんて質問なの。私に気持ち悪いこと言わせたから断罪。さあ、次が最後の質問ね。どんな内容かしら。罪人ネームピヨピヨさんからの質問です。キャシーはどうして断罪するのですか。キャシーにとって断罪とは何ですか。まずさん付けしなさい。不思議な質問ね。じゃあ逆に聞くけど、あなたは普段の食事や睡眠にいちいち意味を求めているの？お腹が空いたから食べる、眠いから寝る、そうしているでしょ。つまり生命活動を維持するために食べて眠るけど、そこに意味は求めていない。そうするものだからそうしているだけ。私は裁く側の人間だから、哀れで罪深い罪人たちを断罪する。お腹すいた？食べる。眠い？寝る。嬉しい？喜ぶ。罪人がいる？断罪する。右足を出して左足出すと歩ける。お分かり？私は当たり前のことを行っているだけだから、この質問に特別な答えなんてないわね。わからない？あ、そう。残念。なら直接体に教えてあげてもいいわよ。だって罪人ネームピヨピヨさん、あなたからは罪の予感がしますもの。立派な罪人になって地下へやってきてね。断罪。さて、楽しんでいただけたかしら。でもそろそろ今回もお別れの時間が来たようね。また断罪されたかったらこのチャンネルにアクセスするように。概要欄から募集の応募フォームにも飛べるから、どしどし応募してちょうだい。いいわね。あとチャンネル登録とグッドボタンを忘れちゃダメよ。それではまた来週も楽しんでくださいませ。あなたの断罪人キャサリン・ワードでした。